はいどうも、キスケです。今回はメインアタッカーでわかる全パーティー編成を紹介していきます。現状 NTE のメインアタッカーはナナリ、チーちゃん、バイザン、ミント、エイ、ミツキの計6体。メインアタッカーかどうかの判断はキャラクターのステータス画面を開いて見られるここにメイン攻撃力と書かれているキャラクターをピックアップしてます。一応まだ実装はしてないんですが、レクイエムもメイン攻撃力でチュートリアルで性能が見られるんで、実装時には性能が変わってるかもしれませんが、おすすめパーティーを紹介していきます。この動画を見れば誰から育成したらいいかもわかると思うんでね、よければ最後まで見てってください。それでは行きましょう。まずはナナリを軸にしたパーティーから。ナナリはバイレールスキルによるクリティカルダメージアップと EX レール集結での追加攻撃など手数に物を言わせる霊異能キャラクターです。さらにサポートスキルも超強力で、異能連環で生成できる創生株の攻撃回数が増え、攻撃の発射間隔も短縮できます。なのでパーティーを組むときは異能連環を発動できる光異能キャラクターは必須になります。パーティーを見てもらえればわかると思うんですが、異能連環の剣があるんで主人公は必須です。3枠目は最適がジョエン、妥協がミント。4枠目はサポートキャラクターを採用してあげましょう。おすすめは攻撃力アップを持ったサキリ、妥協がハニア。耐久が欲しいならアドレイかエドガーを採用しましょう。ナナリは妥協編成であれば格安で組めますし、限定キャラクターにふさわしい力を持ってるんで引くことをおすすめします。次はチーちゃんを軸にしたパーティー。チーちゃんはシティ名声レベルを上げることで無料獲得できて、独自のスタック、金国を貯めながらダメージを出す光のキャラクターです。通常攻撃や極限反撃で金国を貯めていき、バイレールスキルで金国を消費し、ドカンと火力を出していきます。そしてチーちゃんはサポートスキルで異能連環重蓄を強化できます。重蓄は上3つの属性をパーティーに採用しないと発動できませんから、霊異能、総異能キャラクターは必須となります。その上で編成を見ていくんですが、総異能のサブアタッカーハソールは必須級、そして3枠目に霊異能のジョエン、4枠目は自由枠なんですが、サポーターを入れたり主人公を採用して異能連環を早めたりと人によって分かれそうです。おすすめは即時連環を持った主人公ですね。妥協枠としてはハソールの枠を同じく総異能のエイ、ジョエンの枠を同じく霊異能のミント、こんな感じですかね。S ランクキャラクターは優先的に採用したいんで、持っているなら順番に入れ替えていきましょう。続いてバイザンを軸にしたパーティー。バイザンは自身の HP を犠牲にダメージを出していき、単体火力と範囲火力を使い分けられる呪い異能のキャラクターです。自傷というデメリットを持つことで EX レール集結を発動せずとも火力が出せて、圧倒的なメインアタッカー性能を誇ります。そしてバイザンは異能連環濁念を強化できるキャラクターですから、唯一の闇異能キャラクターであるダフォディールは必須かなと思います。3枠目は最適キャラクターがサキリ、4枠目は自由枠で耐久に長けたファルディーヤやアドレー、もしくはサポーターのハニアあたりを採用しましょう。サキリは濁念を強化できるサポートキャラクターなんでめちゃくちゃ相性がいいです。ダフォディールほどではありませんが優先度はめちゃくちゃ高め。妥協編成ではサキリを抜いて主人公を採用。バイザン、ダフォディール、ハニアで異能連環疾快を発動させる軸です。サキリを採用しないことで濁念を強化できないので、それなら疾患を軸に戦おうという妥協編成ですね。最適編成を組もうとするとなかなか高価なパーティーになってしまいます。続いてミントを軸にしたパーティー。
ミントは通常攻撃長押しの範囲攻撃やクールタイムがわずか6秒のバイレールスキルを駆使して戦う霊異能キャラクターです。どうやったら火力が出るのかとか、バイレールスキルをバンバン発動できるよとか、扱いやすさが魅力ですかね。そしてサポートスキルでは異能連環創生を強化できますから、光異能キャラクターは必須です。それを踏まえた上でパーティーを見ていくんですが、主人公は必須ですね。主人公は光異能キャラクターで異能連環の創生を発動できますし、即時連環で回転率が速いです。ミントのバイレールスキルはクールタイムが6秒しかありませんから、回転率の高さはめちゃくちゃ重要。3枠目は創生を強化できるキャラクターが望ましいと思います。選択肢としては助演、ナナリーあたりになります。4枠目はサポーターが欲しいならサキリ、妥協はハニア、耐久が欲しいならアドレやエドガーあたりでしょうか。ミントをメインに置いた編成はキャラクターをぐるぐる切り替えながら戦っていくのがメインなんで、パーティー全員で戦ってる感があっていいと思います。続いてエイを軸にしたパーティー。エイは自動的に攻撃してくれる追撃と影に潜伏してダメージを与えるのが特徴の総異能キャラクター。通常攻撃で敵にマーカーを付与して追加攻撃、バイレールスキルで影に潜み連続ダメージと表性能が高いです。さらにサポートスキルでは異能連環掩体を強化してくれますから、掩体を即時発動できる主人公、掩体を強化できるハソールは必須です。4枠目に関しては重蓄を発動させるためのサブアタッカー助演が最適。サポーターが欲しいならハニア、耐久が欲しいならファルディーヤもしくはエドガーあたりから選択しましょう。エイはゲーム内で唯一の総異能メインアタッカーなんで結構貴重な枠になってます。続いてミツキを軸にしたパーティー。ミツキは移動しながら攻撃が可能で、クラゲ弾による遠距離攻撃が得意な魂異能キャラクターです。回避を長押しするとクラゲに乗ることができ、そのまま移動、攻撃と敵との距離を考えて戦う必要があります。さらにサポートスキルで異能連環安静を強化できますから、唯一の闇異能キャラクターであるダフォディールは必須です。3枠目は魂異能でサポートできるハニア。ハニアは安静を強化できて、さらにバフもできますから、ハニアも必須でいいと思います。4枠目は疾快を発動させたいならファルディーヤ、耐久が欲しいならアドレ、エドガーあたりから編成しましょう。最後はレクイエムを軸にしたパーティー。レクイエムはベータテスト時点だと敵にデバフを付与しながらダメージを出す闇異能キャラクターです。さらにサポートスキルでは異能連環疾快を強化できますから、同じく疾快を強化できるダフォディールは必須。残り2枠は疾快を発動させるために魂異能と呪い異能キャラクターを採用する必要があります。魂異能の候補としては耐久枠のファルディーヤもしくはサポーターのハニア、呪い異能の候補としては耐久枠のアドレもしくはサポーターのサキリが選択肢に上がります。一番強い編成を組もうとするならファルディーヤとサキリ、妥協編成ならハニアとアドレーになりますかね。何にせよレクイエムが実装されたら性能が変更されている場合がありますからね。話半分で参考にしてみてください。いかがだったでしょうか。今回はメインアタッカーでわかる全パーティー編成を紹介してみました。こうやって一通りパーティーを見てみると採用率の高いキャラクターが分かってきますよね。サポーターのサキリとかハニア、汎用性はあまりないけど必須感の強いダフォディールなど様々です。どのキャラクターを育成しようかなとか、どの工場 S ランクキャラクターをもらおうかなとか悩んでる人は参考にしてみてください。このチャンネルではこれからも NTE に関する動画を上げていきます。この動画が良かったなと思った方は高評価で応援、チャンネル登録していただけると嬉しいです。
最後までご視聴ありがとうございました。さよなら。